生態、誰もが知ってる生態、今や日本人みんな大人だったら知ってる生態、その生態を、始めた人、生態法の創始者野口春近さん、そもそも生態っていうのは何なのか、骨をポキポキっと鳴らして体を整えることか、そんなことじゃなかったのね。生態とは何なのか、3つの宝から見てみようと思います。最初にいきなり結論だけ言いますと、野口春近さんが目指して普及させようとした3つのことがありまして、この3つさえあったらお医者さんはいらない、治療院はいらない、つまり生態治療院はこの3つさえ実践してもらったら必要ないという3つのことを一生かけて野口春近さんは広めよう、伝えようとした。でその3つのことの究極の完成形は何かというと、これが昔ながら受け継がれてきた3つの三草の宝、三草の御宝なんですね。最初に大雑把なところお話ししてしまいます。野口春近さんが潜在意識教育法と呼んでいた、特に晩年に力を入れていたのが、これがまことのるです。これを野口春近さんは一生かけて何とか伝えようとして伝えられないで亡くなりました。でなぜそれ伝えようとしたかというと、野口春近さんもともと心証者って言われる立場の人で、耳が聞こえなかったりいろいろ問題を抱えていた。それがまこと乗り続けているとまこと乗った通りになるってことを知って、最後に自分の夢を全部家族の前で叶えてみせて、それからすぐに亡くなりました。そういう人です。だからまこと乗る力っていうのがどれだけ、人の健康に、人の成功に、人の快感、快美、悦楽感、心地よさに、楽しさ、嬉しさ、面白おかしさにまこと乗るってことがどれだけ大事な役割を果たしているかというか、まこと乗ってさえいれば人は心地よく楽しく面白おかしく暮らせるってことをよくよく知っていた。なのでなんとかこれを伝えようとして、伝統のまこと乗るっていう稲のわしのおばあちゃんが当たり前に5歳の時から続けていた方法は知らなかったんですね。なんとかこれを伝えようとして、わしも伝えるのに、伝え方を見出すのに最も時間がかかったのがこのまこと乗るだったね。え、まこと乗りと生み出さないとね、3つの宝開けないからね。順番でいくと最初の宝ですね。これをなんとか伝えようとして伝えきれずに亡くなりました。野口生態といえば活言運動、野口春近さんが一生かけて伝えようとしたこと、3つの1つ、活言運動。これはもともと修験道の人たちの間で霊道って呼ばれてたんですね。霊道、江戸時代ほとんど仏教と神道っていうのは一つに混然一体となっていて、その担い手が修験道者たちだったんですね。山伏さん、巫女さん、そして山伏さん巫女さんのカップルで、こういう人たちは明治政府に活動を禁じられて一掃されたので、近代化とともにいなくなっちゃいました。でわしの祖先、父方の祖先は禅の坊さん、もともとは修験道者のグループです。八ヶ岳の麓で修験道をしていた一族です。山伏の子孫で、その山伏の方たちっていうのは、ほらこうやってみたいに、唱えるわけですね、般若心経を。その時にこういう動きをする。これ、はい、イケメン、イケ顔、そして心地よい方に思いっきり伸ばす。今ちなみに永平寺の館長さんはやっぱりお経を唱える時、本日よろしくお願いはいとこういうふうに唱えなさいっていうふうに言ってるみたいです。極まるとやっぱりそこ行ってしまうんだね。はい、漢字財宝創業人ハリニャハラミタジ、効き目ない、赤ん坊だってうわーって泣く。そのぐらいでせっかくだから命を調節しちゃいなさいと。だからこの動きは一体どこから出てくるのか、考えて出てきた動きではない、誰かに教わって振り付けられたわけでもない。じゃあこの動きは一体どこから出てくるのかというと、これは神秘の霊だ、知だ、知の道通す動きだから、知っていうのはほら
伏線ありましたね。漢字が入ってきた時霊っていう字を当てられたね。だから地の道通す動きをちょっとかっこつけて霊道って呼んだんです。霊道、これは地の道通す動きだから霊の動き、霊道だ。その霊道を野口春近さんは滝修行に行ってる時、猛烈な滝修行を10代でしてるんです。その時にこの霊道に出会って、そして3日間この動きが家に帰ったと止まらなかったって、ずーっとこれあっちこっちを調節し始めたのね。いらんものどんどん出てく、こわばっていたところのこわばりが外れる、頸椎4番が調節された。そして聴覚障害が治ってたんです。実際に聴覚障害っていうのは頸椎4番を調節すると消えます。だからわしがポキってやらなくても本人が心地よい方に思いっきりこうやって動かしてると自動的にこわばりつっかえが消えて神経が正常に通るようになって障害は消えたりするんです。例えば言語障害を持っている方もずっとこういう動きをするんです。言語障害を持っている方とかここをグッて反らすのね、この頸椎2番をね。私は南米中米でね、その言語障害を持っているスラムの子を託されて、頸椎2番をポイッ、この子2日ぐらい熱出してその後喋れるようになるからって言ってプッ喋れるようになりましたね。やっぱりね、これはねマジックでも何でもなくて、それぞれの機能、詰まってるところを通してあげるだけなの。詰まってたところを通してあげる。人がおせっかい焼かなくたって命は命の道を通す、心地よい方に、命にとって心地よい方に向かって動いていたら命の道は通ってつっかえが外れて障害は消えてしまうと。これは普及させた方がいいっていうんで、野口春近さんは人にいじってもらわなくても自分で調節せえってことでこの霊道を普及させることにした。ところがね、霊って言葉、霊治療っていうのが当時流行っていて、霊って言葉を最初は野口春近がとても使ってるんです。多用してるんです。この霊って言葉は戦後になってから特に科学的な知識の時代に怪しい曖昧な霊的なことで治療を広めていくってわけにはいかないので、霊って言葉は削って元を生かす、命の元を生かしていこうぜっていうんで活言運動って名付けた。ちょっとかっちょいい活言運動って漢語が好きな人だったんですね、野口春近は。もともと鍼灸治療者に、実の親ではない鍼灸治療者に育ててもらった方です、野口春近。だから鍼灸の基本的な知識は10代半ばですでにすっかり身につけていた人。その人がこの針だとか灸だとかあっちこっちポイントで行かなくたって、んなもの動いたらすぐに通るじゃねえかってことを見出したんですね。そして良いですか、ここまで潜在意識教育法、うわ長い硬い漢語、誠ノルでいいじゃんみたいなね、一言ノルでいいじゃん。次活言運動、通す地の道通すでいいじゃん。そしてもう一つ、この方は棚添える、この野口春近何が達人だったかといって棚添える達人だったんです。それも主に治療に限り、治療的使用法に限り、音楽大好きで一日中全ての部屋にスピーカー設置して音楽を流してる、私もそうなんですね実は。そういう人だった。音楽大好きながら自分では楽器は演奏しない人だったので、楽器で棚添えるってことはなかった。そしてお料理で棚添えるってこともほとんどなかったみたいです。ただこの棚心を人の命におせっかいを焼くことに特権化させたわけですね。だから野口春近って言ったら私は棚添える達人だったって思ってます。じゃあ地の道通す達人は誰だったのか。大野和夫っていう方がいて、この方がまさに全く新しい舞台芸術、舞踊芸術、ダンス芸術、舞踏を創始した。同じ時期に棚添える天才と地の道通す天才がそれぞれアート、治療、実はこれ一緒なんですよね。アートと治療で活躍してたんです。お互いに相手のことを知らなかった。ちなみにダンサーっていうのはミクロネシア、ポリネシアの方に行くとヒーラーって意味です。ダンサーっていうのはヒーラーって意味です。ダンサーっていうのはヒーラーって意味です。これ一つなの。もともと命についてよく知っている人はダンサー、当然人を癒す力がある。
だから人を癒す力がないようなダンサーはかっこしい体操をしているだけ。もったいない。そんな見せ物になってるのは。全てダンサーを名乗るんだったらヒーリングエナジー最強です。そしてヒーラーだったら間違いなく踊りまくってますね。いつも通してなかったら、いつも通して自らの命の血の道通してなかったら、他の命におせっかい焼いて溜まっていっちゃうよ。いろいろね。そんないろいろやみくもなもの溜め込んだヒーラーってあんまり目合わせたくないでしょ。ましてや触られたくないでしょ。大事なところです。野口春近さんは棚心を添える、この棚添えるっていう稲に残った伝統的な言葉を知らなかったし、当時稲の人が治療術として書いた、手掌療法、その中の棚添えの道、そこ棚添えって書いてあるんですけどね、棚セールっていうんで稲では、その棚セール道っていうのを知らなかったんで、これは何と呼んだらいいだろうか。手技療法、手掌療法とかいろいろ言ったんですね。そして最後にこれは喜ばしいエネルギーを出入りさせるんだ。お互いに輸出する、やり取りし合う、輸気って呼ぼう。気を輸出する、輸入するって考えて、さらにそれは楽しくて心地よいエネルギーの方がいいっていうんで、愉快の愉っていう字にしてユッキって呼んだんです。ユッキなので、海外で野口生態を知ってる人のところに、日本人のユキって名前の方が出かけていくと一発で名前を覚えてもらえます。そしてこれも漢語ですね。ユキ、棚心を添える、棚添える、奥ゆかしい言葉でしょね。ユキっていうのはやっぱり3世代限りの発明、個人が発明した言葉だったと思います。言い方も硬い。ユキって言われて、わしらはこう降りしきる雪を思い描いてしまったりするんで、漢字が浮かびません。意味を前に押し出してしまう人だったんですね、野口春近さん。そして野口春近さんがそもそも生態っていうのを始めた。ここまで良いですね。野口春近の野口生態といったら、まずこの3つが主軸になっているんで、いいですね。潜在意識教育法、活言運動、ユキ、平たく言えば、昔ながらの言葉で言えば、その究極の姿は誠のる、地の道通す、棚添えるです。この3つを実践してない整体師さんはちょっと勉強不足だったかもしれない。だから人によっては、知ってる人からは潜りとか、ちょっと申し訳ない言い方でいくともどきとみなされるかもしれないです。もうそんな時代になってきました。なぜかっていうと、野口春近さんは治療者を育てるっていうのをやめたの。治療術も一切捨てたの。こっそり相手を調節しちゃう人になった。だって人の命におせっかい焼いたら相手の命は弱まるもん。人の命におせっかい焼いたら相手の命は弱まるもん。人の命におせっかい焼いたら相手の命は弱まるもん。そういうことを何より知ってた野口春近は、治療を捨てたし、治療をやめようって主張し続けたの。人の命におせっかい焼いて人の命を弱めるなと。わかります？照らして晴らしてもらってばっかりいる人は、他をね、照らして晴らす力がなくなっちゃうの。人、お日様の戸口、人、お日様の戸口、これからはお日様の戸口になって、自ら照らす、自ら晴らすなんてのはどうだい、この世界。だから、野口春近は治療を捨てたので、晩年治療者を育ててないんです、あんまり。そして野口春近が期待したのは、これわしも同じ、子育てをしているお母さんたちだったの。子育てをしているお母さんたちだったの。最も命、切実に育てる必要がある人たちなので、最も命、切実に育てる必要がある人たちなので、ね、お金もらって相互依存するような治療者ではなくて、お金を払ってでもいいから命に大事に育ってもらいたいと思っている、そういうお母さんたちに晩年は伝えたんです。そのお母さんたちがすっかり子育てを終えて、次々にカミングアウトをするようになって、野口生態の全貌が一般に広まるようになってきた。野口春近がやめようって言ったことをね、
こそこそ続けている生態治療の時代っていうのはもう終わりです。多分終わりです。このことが広まってバレてしまったら、もう他人の命におせっかい焼いて相互依存する時代は終わりです。自分の命の力は自分で、そして家族で、自分のコミュニティ、村の中で、より集まりの中で、仲間の中でお互いに高め合っていける。よいですか？自分の命の力は自分で、そして家族で、自分のコミュニティ、村の中で、より集まりの中で、仲間の中でお互いに高め合っていける。野口春近さん、あらゆる病を晴らす、人の命を晴らす方法を極めた方、それも小手先のテクニックだとか技術知識っていうんではなしに、その根本的なところでね、その専門家にお金払わなくても、人は自らの命を晴らせるってことを一生かけて伝え続けた人、一番基本的な根本的なエッセンシャルなこと、専門の知識とか技術はいらねえ、権威はいらねえ、命をバージョンアップさせるには、その方法は命が知ってるもんで、命にあとはアクセスして命の能力を直に引き出しゃいい、これまさにこの国の伝統、三宝の伝統とかと同じだでね、野口春近が一生かけて伝えてたことは。私もじいさん実は野口春近のお弟子さんからね、直弟子さんから、野口春近の再来って呼ばれてんですね。再来、もう生まれ変わりじゃねえもんで、再び野口春近みたいな人が現れたって、それを野口春近を補足する人みたいなことを後で言い直してたね。野口春近と同じことしながら、野口春近ができないんだことを補足する、生態法の達人ということになってるというわしゃ、これはね、三田から開いてずっと開きながら人の命をね、内側から観察してたら、自分の内側を見るとかいうだけじゃねえだよ、人の命を内側から内面凝視してくだ、こういうことをしてたら自動的にね、生態の達人になっちまうと思え、自動的にね。昔の村のじいさんとかばあさんってのはみんなそんな風さえ、すごいね、でわしが受け継いだ昔ながらの三田から、これ生態、野口生態、野口生態だでね、その生態術、カイロプラクティックじゃねえでね、生態法とか、その治療法の生態じゃねえでね、野口春近が創設した生態、本流の生態、源の生態、いわゆるその治療術、小手先の治療術とは区別して野口生態って呼ばれてる。この野口生態と私が受け継いだ三田から似てるところがたくさんあってね、もう今日からそのまま役立つエッセンスに満ちてる、そういうことをこう3つ今仮に整理しとくでね、3つお願いします。1つ目、自然治癒力。大学の医学部の教科書には一言も載ってねえというこの自然治癒力、命の力を引き出すだ。1つ目、命の力を引き出す、命はね、自らの命、自らを癒す、命は自らの命だわね、自ら丸ごと一つの命だね、癒す力を持ってる、これ自然治癒力で、この自然治癒力を引き出すっつうのが昔ながらの三田から3つで1つの術、生活習慣、誠なる地の道通す棚添える、順番で言うと、開く順番で言うと町田、構造的に言うと田町、3つで1つ三田からだね、で野口生態で言うと、今の町田は潜在意識教育、活言運動、雪、やっぱりちょっと硬いわな言い方がそういうふうになんかバシッとなんか本質的なことを言いたい人だったからな、野口春近さんはね、治療ってのはこれ相手の力を奪うおせっかいなもんで、本物の医者の役目はこれはもともと薬だとかいうものは使わねえ、症状に病名をつけたりもしねえ、相手を脅したりもしねえ、相手から命の力を引き出す、これがもともとね、そのお母さんお医者さんの役目さ、薬なくたってさ、命は薬効成分をね生み出す力がもともと備わってるもんでね、自然治癒力だって親たちはさ、大人たちは子供の自立のお手伝いをするっつうのが役目さ、育てるとか教えるとか言って、育てるを教えた結果、子供がその自立する力を失ったら逆効果だでね、
自立する手伝いをするのが子育てで、これ同じ。もしその病人のおせっかい焼いて治療をするっつうなら、相手の命が自立して自然治癒力を発揮して自ら癒せるようになる、そのお手伝いをするつうことだね。できてるかね、お医者さん、看護婦さん、生体技を駆使して生体病院病院みたいなところを作ってる方はどうかね。相手の命が自立して自然治癒力を発揮できるように自らを癒せるようにお手伝いしてるかね。ここ大事だでね。一つ自然治癒力、二つこれ頼るなビビるな心配するなっつうこと頼ると弱まる頼ると弱まる。専門の知識技術、専門家の権威、頼る気持ちが人の命を弱くしてるだ。能力を奪って自分で何とかしようと思ったら力は身についてくるだよ。これはどんな職人さんだって一緒。人から教えてもらおうなんて思わないで盗んでるものが強くなる。だから一流の職人さんは教えねえ、教えないで相手から盗ませるだ。模範だけ示して、だで超一流の職人さんを育てられるだ。教えてやったら相手は学ぶ力がそがれるでね。そう、頼らねえ、人に頼らねえ、知識技術権威に頼らねえ、命以外のな、命の外の何かに頼る。これが闇の原因、病気の原因になるだ。命以外の何かに頼って、で頼れねえと怯えて怖がって恐れる。これ闇の原因、病気の原因だでね。だからこう少し体調が今一つだとか顔色が今一つだとかな、そういう子供がな、親から心配されるのが一番迷惑。人から心配されてえかね。不安心配をね相手に向けるっていうのはこれ最悪の呪いです。暗い顔した人が、私いつも辛くて悲しくてあちこち痛くて悩みたっぷり抱えていて、そんな私ってあなたのことを気にしてばっかりいるからね。暗い。絶対やずらこんな。つまりな、くよくよした人間から心配されたかねえだよ。で晴れやかな、いつでも晴れやか、生き生きしみじみ、泣きたい時には泣いてすっきり、大声出してすっきり、それ晴れやかな人が、いや時々なおめさんのことを思い出してるでなって、その方が嬉しいわね。ずっとね。つまりあんたも同じだっつうこと。人のことくよくよ心配してるな、最悪。晴れやかな気持ちになって、まず自分がまず楽しく嬉しく面白おかしく心地よくなって、ほんで楽しい心地で相手の元気な姿を思い描きゃいいだ。心配、これは闇へのいざないだでね。いざない恐ろしい。2つ目ね、頼るなビビるな心配するな、余計な心配やめましょうってことね。3つ目、これ3つで1つの尊い宝があるで、トレジャーはこれじゃということ。もう命のね術はね、あれこれいらねえだ。あっち行ったりこっち行ったり5つも6つも10もいらねえって。宝はね3つで足りる。あれこれごちゃごちゃたくさんあるのは頭でっかちなマニアの世界さ、マニアックな世界さ。3つで1つで足ります。3つで1つで道足ります。3つで1つで足ります。いいね。3つで1つ足りるでね、あれこれねあちこちうろうろして回るのはこの3つをしかと身につけていねえもんで当てどなくさまようだよ。例えばイスラエルでな、フェルデンクライス体操なんかは数えきれないぐらい体操があるだよ。いちいち身につけるのにえれえ時間かかるだよ。インストラクターさんが必要だったりな、専門家の専門知識の権威が必要だったりしてな。でこのフェルデンクライス体操が日本に来て、ね、日本にやってきたら尊敬されまくるさ世界的な有名人ということでな、日本のこの体操の大家ってのは誰がいるだかっていうと周りがちやほやして、その早速探すだ。で日本一の体操の大家ってや当時は体操の第一人者、大野和夫さ。それがこの世話した人が治療関係の人だったもんで、大野和夫はすっ飛ばしてとりあえず野口春近のところに相談に来ただ。会ってくださいって。それでフェルデンクライスミーツ野口春近。フェルデンクライスはこの東洋のな平た顔族の小男を相手に野口春近っつ自分は200余りも体操をオリジナルで生み出した。自分の力で俺の力で俺の発見によって200余りも生み出したオリジナルだぞ。さてあんたはオリジナルの体操をいくつ生み出したんですか。体操家なんでしょって勘違いも含めてその聞いただ。そしたら野口春近はにっこり言ったって、オンリーワン、たった一つ。
活言運動。体操はただ一つで足りる。何万何千という小さなテクニカルな体操、すべて命の本能に任せる、この活言運動の中に含まれてますって意味で、オンリーワンって呼び立てた。そんで言い放ったって、あんたがもしも優秀だったらいずれはそのことに気づくだろうって。さあ気づいたかね、テルデンクライスは。かっこいいね、野口春近。さすが東洋の鉄人、東洋の知恵者ですね。オリジナルの体操を200余り作ってどうするだねっていう。命にとっちゃ体操は一つだけでいい。あんたが優秀なようだったら、出来がいいようだったらいずれこのことを理解できるようになるだろうってね、理解してもらえたらよかったね。これをこのたった一つの体操、活言運動をまさにダンスっていう形で身をもって体現していたのが、この体操教育の第一人者、そしてモダンダンスナンバーワンだった大野和夫だっただよね。野口春近とほとんどその、同じ方向へ行ってしまった。ダンスっていう方向から3つで1つを取り戻しただよ。野口春近とはまた別のやり方で誠の祝詞を地の道通して棚添える人になっただ。なんとかこれをそれで世界中に伝えようとしただ。最高の体操としてだな。それが理解されねえままにな、体操してる人からはこれは結局舞踏っつう世界的なムーブメントになったな。大野和夫、舞踏を生み出しただ。体操世界から無視されながらな。オンリーワンさ。命にとっては一つで足りる。これが野口生態。3つで1つ。で野口春近さんはな、3つで1つつうこの日本の伝統を治療法っていう切り口で独自に復興しようとした。そういう天才だっただよ。3つで足りる。3つだけでいい。これだけでいい。これをずっと言い続けただ。ただあんまりにも天才で治療法細かくいろんなことが分かったもんで、それをうっかり弟子たちに伝えてしまって、そのお弟子さんたちが技にとらわれて、それですげえ半ざなごちゃごちゃした半ざなことが生まれちまっただよ。こうすりゃ治る。この病気にはこうつ対処療法な。その対処療法はいらねえ。すべての症状に対してこの3つで足りるって野口春近さんが示してみせたにな。3つで足ります。3つだけでいい。これだけでいい。これコン。これだけで済むコンテンツ。これだけで足りるコンテンツ。これコン。これだけで満たされるコンテンツ。略してこれコン。いつまでも終わることがねえ。これコン。まさにこれだっつ。これだけで済むっつ。これだけありゃ足りるっつ。いつまで経ってもこれでいけるっつ。これコン。究極のこれコン。トレジャー3、YouTube。よろしくね。以上3つのことについてね、生態について大事なこと3つもう一度言うでね。1つ目、自然治癒力。命の力を引き出す。2つ目、頼るな、ビビるな、心配するな、大丈夫だで。3つ目、自然治癒力、命の力を引き出すには3つで1つの尊い宝、トレジャーはこれじゃ。あらゆるな生態の源、源流にして究極の生態法、野口生態って区別して呼ばれてます。オリジナル生態、野口生態、これはな三草の御宝のな天才的な復興運動だっただよ。そう、治療通切り口で野口春近さんはな、この国の昔ながらの伝統的な生活習慣を見出して蘇らせようとしただ。だって野口生態っていうのは御宝の開き方の一つの奇跡的な治療術という側からのアプローチの仕方だっただよ。でちょっと遠回しだっただ。活言運動なんかも早速な頭で習慣化して決まりきったような動きにしちまった人もいるさな。効き目のある動きっつうのはもっともっとイケメンイケ顔で命に任せた動きだでね。そう、命に任せる。頭でこれまでにしてた動きを習慣化したような、なんかうっとりしたような動きをしててもしょうがねえな。イケメンイケ顔で思いっきり通します。そう、天才でね一人でできることには限界があるで、その活言運動の出し方っていうのも野口春近精一杯発見して、やっぱり到達できなんださ。イケメンイケ顔イケマコトっていうこのシンプルな入り口にな、それは一人でね、天才が一人でできることにはね、一人ぼっちでポツンとできることには限界があるだで、自分たちでいくら相談したってこの時代の中で相談したって限界があるもんで、伝統伝承が大事、ありがたいもんだでね。伝統伝承、御親様からのこれと三草御宝と野口生態を融合すりゃ最強。治療術としてはな、御宝だけでも足ります。野口生態のね関係者さん、これから生態の世界変わっていくでね。わしらが御宝開いて変えていくだよ。
整体師さん方よろしくね。聞いてる方がおられたらよろしく。で、整体師さんにぜひこのチャンネル、この回、この動画を紹介してあげてください。大きなきっかけになると思う。白なんだ週はきっかけになると思うし、もぐりでやってた週はちょっと帰り見て反省するかもしれないし、もどきをやってた週は恥じらって、また野口春近さんに帰って三田から開いて出直してくれるのがありがたいと思います。せっかく人の命におせっかい焼くのを仕事にしているプロの方たちだでね、ぜひ知ってもらってください。このチャンネルのこと、この動画のことね。で、生態について、命について思うところがありましたら、ぜひこのコメント欄にコメントをお願いいたします、ね、交流の場、交友の場、コメント欄よろしくね。明日も引き続き生態、野口生態についてお楽しみにどうぞ。